どうもこんにちは。現在私は、香川県は高松市。たまに枯れかける2級河川、江東川の河口に来ています。なぜこんなところにいるかというと、最近、香川県に旅順要塞があるという噂を聞きつけたからなの。最初は、何言ってんだこいつって思ったけど、調べてみると意外や意外。本当にそれっぽいものがあることが分かったの。意外と近場だったし、どんな場所なのか、これから実際に現地に行ってみようと思います。ということで、今回向かったのは、旅順模擬要塞跡。香川県は高松市内、岩瀬尾山の山中にある明治時代の遺構です。着工は古く、1905年12月。日露戦争が終結したのが1905年の9月なので、戦争終結のわずか3ヶ月後に着工されたことになります。完成したのは、着工から5年後の1910年。2005年に専用の登山道が整備されています。要塞跡へ行けるルートはいくつかあるみたいだけど、今回は比較的に新しい西宝寺山から登るルートで行きます。ということで、西宝寺山に着きました。水戸から来たお殿様、松平頼重創建のお寺さんです。江戸時代創建なのに、奈良時代の仏像が見つかったという面白いお寺です。お殿様、一体どこから仏像を取ってきたのか。で、登山道は、弁財天の裏にあります。これが多分その登山道です。こりゃまた、当分の間、人が歩いてませんね。かなり枯れ葉が積もっています。まあ、これを行くしかないのですが。ここから、ほんの少し登山です。入り口はあれでしたが、意外と道幅は広いし、迷うこともなさそうです。崩れてます。そのうちこの道もなくなるかもしれません。何やら小屋と石碑が見えてきました。石碑だと思ったら実はお墓というトラップ。まあ、墓標も石碑っちゃ石碑ですかね。日露戦役で亡くなった方のお墓のようですね。明治38年2月に建てられたようです。まさか遺骨が埋まってるとか言いませんよね。墓標だけだとは思うんだけど。お墓の裏に堀のような溝がありますね。そして不自然に石がゴロゴロと落ちている。ってことは、もしかしてここが目的地でしょうか？裏手に草に埋もれた構造物を発見しました。間違いなく、ここが今回の目的地。旅順模擬要塞跡ですね。これはいわゆる、トーチカってやつですね。高さは 1.7 メートルほど。旅順にある本物はコンクリート製ですが、これは再現なのでレンガと石造りですね。トーチカの前には、外壕と呼ばれる堀が伸びてますね。この外壕は、敵の侵入を防ぐためのものではなく、誘い込んでタコ殴りにするための設備です。よくお城で見る、侵入路を制限するものではありません。残道具は石積みで作られてますね。どうやら、トーチカ内部に入れそうね。せっかくなので入ってみましょう。ちょっと天井が低いです。かがまないと頭を打ちそう。もちろんですが、内部は真っ暗です。レンガはイギリス積み。日本のレンガ建築によく見られる様式です。銃眼からは外壕がよく見えますね。ロシア帝国軍はこうしたトーチカに機関銃を設置し、外壕になだれ込んでくる日本軍の兵士を攻撃したようです。ウィキペディアの旅順後位戦のページによると、部隊が突入するが集中砲火を浴び、外壕に踊り込んだ隊は全員戦死したって書かれています。確かにこれじゃあやられたい放題ですね。それじゃあ、外壕を歩いてみましょうか。構造上、要塞を一周できるはずなので。一応まだ、堀だってことがわかりますが、だいぶ草木がのさばってますね。ちなみにこの模擬要塞ですが、構造が忠実に再現されているので、帝国陸軍が訓練に使っていたそうです。木が邪魔で歩きにくいです。でも、まだ綺麗に石積みが残っているところもありますね。これも構造物だったんでしょうが、もう崩れてしまってます。
ここが外房の中でも一番高さがある場所ですね。高さはだいたい4メートルでした。これで一周です。めぼしいものはありませんでした。昔は弾薬庫やらがあったみたいですが、もう全部崩れてしまっていました。ということで、次は要塞の上に登ってみます。統治渇きの道で要塞の上に登れるみたいです。何やら石碑がありますね。それなりに長い文章が書いてあります。要約すると、余順戦役で全滅した高松出身者部隊に捧げる聖地である。といった感じですかね。古袖に見えますが、新しい漢字が使われているので、最近のものでしょう。奥に随分小綺麗な看板がありますね。これは2005年の整備に伴って作られた看板のようです。完成時の写真もあります。ここができた当時は、木が払われて、瀬戸内海が見えたそうです。今は眺望も何もあったもんじゃありませんが。それと、日露戦争で鹵獲された大砲が3門展示されていたそうです。第二次大戦中に持ってかれましたが。ちなみにこの大砲は、130人のボランティアが手作業で山に引き上げたそうです。この要塞自体は、地元出身の議員や実業家らがお金を出して作ったようです。看板によると、この要塞は、犠牲となった両軍の兵士を追悼し、平和を願ったとありますが、これはちょっと。実は、この模擬要塞完成のニュースは、当時の地方紙に掲載されていて、そこには、戦績を記念し、忠君報告の正気を養うため、って書かれているの。結論、よくわからない。さて、これでこの要塞跡、全部見て回った感じですかね。もうほとんど森に帰りつつありますね。統治下が綺麗に残されてたけど、あと数年もしたら、あれも崩れてなくなってしまうでしょうね。まあ、100年以上も前の建物だから、野ざらしにしては保存状態が良かったと言うべきかもしれません。はい、もう満足したので帰ります。今回訪ねた、余順模擬要塞跡は、戦闘施設というわけじゃないけれど、軍事訓練に使われてたから、一応戦争以降になるのかしら。まあ、こういうのが好きな方は、野に帰る前に一度どうぞ。交通の便はあまり良くありませんが、歩く元気があればなんとかなります。